僕がすごく注目している国産のスピーカーがあります。それはクリプトンのスピーカー。世界でも数少ない密閉型スピーカーを作ってるっていうところが、魅力なんですね。で、実は僕はオーディオの評論をする前、クラシックのレコーディングだとか、マスタリングもやってまして、実は特に低音の高質にこだわってました。極端にバスレフで低域が強調されるっていう音、これ例えですけど、バスレフの低音、ボーっていう質感、やっぱりポートのノイズっていうようなものが多いと嫌だなっていうような感じがしました。対して密閉型っていうのは低音が実にリニアでもね、これどっちがいいとも言い切れないところがあるんです。実はバスレフ型っていうのはある、共振周波数、例えば 70Hz でこう低音を伸ばしてくるっていう特性があります。で、密閉型はそういう強調感はない、低音は少しやや手前から降下してくるんだけども、最後までリニアに伸ばしていきますよっていう、質感がある。音的には非常に透明感のあるサウンドっていうのが特徴のように思います。僕がね、実は大げさかもしれないですけど、ハイレゾを立ち上げたっていうところがあって、クリプトンさんも2005年から、ブランドを始めたわけですけど、その後やっぱりハイレゾに注目してスピーカーを作った。そこにはやっぱり50キロ再生ぐらいまでいくような非常にワイドバウンドの、スピーカーが必要ということで、開発を進めてきました。それからもう一つ印象深かったのは、ハイレゾをスタートした時期っていうのは、実はヘッドホンの市場も非常に熱が高まった。ハイエンドヘッドホンが増えた。それからパソコンオーディオも増えた。でもパソコンで再生するスピーカーにはいいものがなかった。そこに登場してきたのはここにある、KS シリーズ。今 KS55HG まで進化を遂げてきてます。こういう、スピーカーまで、登場させてオーディオを、牽引してきたという権威があります。今回は、クリプトンのリファレンスモデル KX5PX を代表として再生していきたいと思います。KX5PX の技術について説明します。これ大体 2way スピーカーのもう代表だと思っていただければいいと思うんですけど、 35mm の砲弾付きピュアシルク、ラジエーターです。リングラジエーターですね。で、皆さんの方向から見ると弓矢の的みたいに見える。振動板が二重に見える。これ実はこのツイートは 2way 構成なんですね。高い音階はこのイコライザーの周辺、低い音程は、イコライザーの外側のドーナツ状のところをドライブする。すなわちこの境目のところにボイスコイルが、入ってます。なんで、リングラジエーター使ってるかっていうと、一般的な球状のドームですと、ソフトドームの場合、特に、30キロ付近で位相が逆転しちゃうんですね。位相反転しちゃう。逆共振って言ってますけど、それが発生してしまうので、再生帯域をどうしても広域は 30kHz 以下に、する必要性が出てきちゃいます。で、先を伸ばそうとするとリングラジエーターのように、その先を拡張してくれるユニットが必要になります。そういう意味合いで、リングラジエーターを採用しているというところが特徴です。それから、磁気回路はもう強力なアルニコマグネットを使ってます。ウーハーの方はクリプトン伝統的な、ドイツのクルトミラーの、ペーパーコーンです。17センチですね。強力な、やっぱりアルニコマグネットを採用してて、ボイスコイルはロングトラベル、振幅幅の大きいロングトラベルのボイスコイルを採用してます。エッジワイズ巻き。これで、非常にタイトでスピード感のある低域を出すようにしてます。このサイズとは思えない、この広さで再生してるとは思えないような、結構量感のある
スピードのある低音が聞けたと思います。今回どこでも共通的に再生しているのが、コバス。いやコバスってね思いのほか楽しいね。ストリーミングだから実はもうちょっとクオリティは下がるのかなと思ったら、かなり CD の 44.1 16ビットの音も、音の抜けが良くて、解像度高い、48キロ、それから、88.29619と、すごくアルバムが豊富ですね。もう一つ素晴らしいのはキャビネットなんですね。一般的な、MDF も使う部分はあるんですけど、このスピーカーの場合は、主たるキャビネットの素材として、針葉樹系の木材の粉末にしたもの、チップを高密度で圧縮して、それで18ミリの板材を作ってる。それをキャビネットの母体にしてるわけですね。なんでそんなことするのかっていうと、やっぱりこれだけの例えば今の音量でいきますと、キャビネット振動っていうのは、絶対に消えません。消えないんだったら美しく、響かせてやろうじゃないかっていう、考えがあります。その、キャビネットの母体にさらにピアノフィニッシュを施してます。もう本当にね鏡面仕上げてね、歪みのない仕上がり、驚くほど高品ですね。でこれを、ペイントするとさらに表面の合成も高まるんですね。で、結果として例えばピアノのポーンという一音の響き、それが消えるまで美しく減衰していく、弱音の再現性が高まるといいますか、そこを目的としているようです。全体としてユニットのなんですか、レスポンスの速さと響きの良さの両立、そこをうまくバランスよく取っているのが特徴です。それからもう一つ、近年クリプトンでは、バイワイヤー接続っていうのをすごく重視してます。広域用のスピーカーケーブルと低域用のスピーカーケーブルを分けて4芯で配線してます。これウーハー側、これ、広域側つないで、アンプ側はもうまとめてあるので、そのままパワーアンプなりインテグレーテッドアンプのスピーカー端子につなげばいい、そういう仕様になってます。でちょっとグレードの高いやつになりますと、広域用と低域用線材を分けてるものもあります。マグネシウムの芯材を使ってたかな、そういうワイヤーもあります。でこれなんでっていうと、実はウーハーっていうのは非常に低音を出して強力なマグネットを持ってますので、音は前にも出しますけど、実は発電して逆起電力がネットワークを介してツイッターにも回り込んでくるわけですね。そうするとツイッターの音に変調がかかる、モジュレーションがかかるというか、ちょっと若干濁った感じになるわけです。でそれを避けるためにワイヤーを広域用低域用に分けて、直接的にネットワークを介して逆起電力が回り込まないように、アンプのインピダンスの一番低いところでキャンセルする、そういうことを積極的に推進させてます。これね、実はねウーハーにとってもね重要な要素で、この小さな、ツイーター、これも発電してますから、ネットワークを介して、ウーハーの音を微妙にね悪化させてる、劣化させてるっていう面もあるんです。だからお互いに、いいわけですね。今日ずっと聞いていただいているサウンドは、バイワイヤーによる、接続です。クリプトンのサイト見ていただくと、ちょっと高額なケーブルからリーズナブルプライスのスピーカーケーブルまで、切り売り、またはスピーカー端子をつけて販売も行っているようです。ご予算に合わせて多分カタログに出てると思いますので、お選びいただくといいかもしれません。これはね結構注目を浴びてて人気があるそうです。僕も実は自宅では使ってます。非常に2本いっぺんに線を引っ張らないで済むという、点でも、便利です。
それから、PC-CCC を使っているっていうところも、優位点ですね。スピーカーを、KX1X に、変更します。これ僕好きなんですよ、この、新製品。木目が非常に美しい。それともう一つね、KX0.5P2 っていうのがあります。これもね、ウーハーはクルトミラーじゃないんですけども、いやこの小口径でよくこの透明感と、低音が出るなっていう、時間があったらね、ぜひ聴いていただきたいんですね。非常にこの口径のねウーハーなんですけど、鳴りっぷりがいい。本当にね、なんて言ったらいいのかな、本当にハイエンドな音がするんですね。このスタンドでもご覧の通りインシュレーター挟んでますよね。普通こういうことはあんまりやらないですね。もうこの底面とスタンドの間の干渉の音までね気にして、そこのこうなんていうんですかね、透明度、そこをね気にしてこう遮断してる、アイソレートしてる、そこも特徴です。導入される方はぜひスタンドもね、専用に作ってます。中に鉄柱が入ってるそうです。とにかく驚くほど価格と質のバランス、がすごくよくて、この仕様でこの価格っていうぐらいグレードが、高いですね。実際に、再生ジャンルを問うわけじゃないですけども、クラシックをお聴きになる方もこの密閉型の音っていうのは実際のクラシックコンサートを聴く臨場感に近いなってお感じになる方も多いんじゃないかなと思います。ということで、クリプトンの、試聴会を終えます。ご清聴ありがとうございました。